最近、なんだか疲れたな。って、ふと思う瞬間はありませんか？仕事はちゃんとこなしている。周りからは、しっかりしてるね。頼りになるね。って言われる。傍から見れば、多分何の問題もないように映っているはずなんです。でも、家に帰って一人になった瞬間、どっと力が抜けて、何もしたくなくなる。スマホを触る気力もなくて、ただぼんやり天井を見ている。理由のわからない重たさが、胸のあたりにずっと居座っている。そういう夜を、何度も過ごしてきたんじゃないでしょうか。もし、今そんな感覚があるなら、この動画はあなたのために作りました。これは解説というより、INFJ のあなたに宛てた手紙だと思って、肩の力を抜いて聞いてもらえたら嬉しいです。難しい話は一切しません。ただ、あなたが今日少しでも楽になって眠れるように、私の言葉を届けたいんです。わかったのだ。僕、最後まで聞くのだ。ありがとう。積んだもん。今日はちょっといつもと違うトーンで、ゆっくり話していきますね。まず、頑張ってきたあなたに伝えたいことがあります。あなたは多分、今日まで本当によくやってきたと思うんです。誰にも言わずに、誰にも頼らずに、自分の中で抱えながら、それでも前に進んできた。しんどい日も、笑顔を作って職場のドアを開けて、いつも通りの自分を演じてきた。そういう毎日って、外からはなかなか見えないんですよね。だからこそ、誰も気づいてくれない。あなたはよく頑張ってる。で、もし今まで誰も言ってくれていないなら、私は言います。あなたは十分すぎるくらい頑張ってきました。むしろ、頑張りすぎなくらいだと思います。でも、ひなたさん、INFJ の人ってそんなに疲れるものなのだ。周りは普通に生きてるように見えるのだ。そこなんですよね。周りが平気そうに見えると、みんなはできてるのに、どうして私だけこんなに疲れるんだろう。で、自分を責めてしまうんですよね。でもね、実は INFJ が疲れやすいのには、ちゃんとした理由があるんです。それは決して、あなたが弱いから、じゃないんですよ。理由があるのだ。聞きたいのだ。じゃあ、その理由を一緒に見ていきましょうか。これがわかるだけでも、自分への見方がちょっと変わると思います。INFJ って人と接しているとき、相手の感情を自分のことのように受け取ってしまうところがあるんです。例えば、職場で誰かがちょっと不機嫌そうにしているだけで、私、何かしたかなって気になってしまう。会議でピリッとした空気が流れたら、その空気を自分が和ませなきゃって、無意識に動いてしまう。友達が落ち込んでいると、まるで自分のことのように胸が痛くなって、その日一日ずっと気にかかってしまう。それすごくわかるのだ。僕の周りの INFJ も人の機嫌をめちゃくちゃ気にしてるのだ。そうなんですよね。これは、周りの感情を人一倍ささやかに感じ取れるという、すごく豊かな才能なんです。だから、INFJ のそばにいると安心するっていう人は、すごく多いんです。あなたのその感受性に、これまでたくさんの人が救われてきたはずなんですよ。でも同時に、感じ取りすぎてしまうから、ただ人と、いるだけでエネルギーをどんどん消耗していく。一日働いて帰ってくると、肉体的な疲れだけじゃなくて、心がぐったりこすり減っているような感覚になるんですよね。つまり、あなたが疲れているのは、サボっているからでも、メンタルが弱いからでもありません。人一倍たくさんのものを感じ取って、人一倍たくさん気を配って生きているから、疲れて当たり前なんです。同じ一日を過ごしても、あなたは他の人の何倍もの情報を心で処理しているんですから。なるほどなのだ。疲れるのは、ちゃんと理由があったのだ。それを知らないと、自分が悪いって思っちゃうのだ。そうなんです。だから、まずそこを自分で責めないでほしいんです。疲れてる自分はダメだ。じゃなくて、これだけ感じ取ってるんだから、疲れて当然だよね。って分かってあげてほしいんです。それでね、INFJ には自分でも気づかないうちに背負っている見えない重荷があるんです。それは私は何とかしなきゃっていう気持ち。頼まれてもいないのに周りの問題を勝手に自分の責任みたいに感じてしまう。誰かが困っていると放っておけなくて自分のことを後回しにして相手のために動いてしまう。チームの雰囲気が悪くなったら自分がどうにかしなきゃって勝手に背負い込んでしまう。でもそれって優しいってことなのだ。いいことなんじゃないのだ。優しさそのものは本当に素敵なことなんです。ただ問題はその優しさを自分を犠牲にしてまで差し出してしまうところなんです。そして厄介なのがこれを誰にも気づかれないようにやってしまうところなんです。大変だったとも言わない。助けてほしいとも言わない。全部自分の中で処理して表向きは何事もなかったような顔をしている。だから周りはこの人は大丈夫な人だと思い込んでどんどん頼ってくる。気づいたら一人だけ重たい荷物を山ほど抱えているなんてことになるんですよね。それ僕の友達の INFJ もそうなのだ。いつも大丈夫って言うけど本当は全然大丈夫じゃなかったのだ。後から聞いてびっくりしたのだ。 INFJ の大丈夫って本当に大丈夫なんじゃなくて、これ以上心配をかけたくない、迷惑をかけたくないっていう優しさから出てくる言葉だったりするんです。自分の弱音で誰かの心を曇らせたくない。
そう思って、ぶっと飲み込んじゃうんですよ。でもね、その飲み込んだ言葉が少しずつあなたの心の中に溜まっていく。それが、あの理由のわからない重たさの正体だったりするんです。でもね、ここで一番伝えたいことがあります。その重荷、下ろしてもいいんですよ。あなたが背負っているものの中には、本当はあなたが背負わなくてもいいものが、たくさん混ざっています。周りの人の機嫌も、誰かの失敗も、その場の空気も、本当は全部があなたの責任じゃないんです。それは、あなたが優しいがゆえに、勝手に肩に乗せてしまっただけのもの。あなたが全部を抱えなくても、世界はちゃんと回っていきます。あなたがちょっと手を離しても、誰も困らないし、誰もあなたを責めたりしません。むしろ、あなたが思っているほど、周りはあなたに多くを求めていないことの方が多いんですよ。でも、手を離したら、周りに迷惑がかかるって思っちゃうのだ。それが怖いのだ。その気持ち、すごくよくわかります。長い間、そうやって生きてきたんですもんね。急に手を離すなんて、不安で当然だと思います。でもね、一つだけ考えてみてほしいんです。もし、あなたが無理を続けて、ある日ぱったり倒れてしまったら、その方が、周りはずっと心配するし、悲しむと思いませんか？あなたが少し休むことより、あなたが壊れてしまうことの方が、周りにとってはよっぽど困ることなんです。あなたが元気でいてくれること、笑っていてくれること、それが、あなたを大切に思う人たちにとって、一番嬉しいことなんです。そっか、元気でいるのが、一番の親孝行みたいなものなのだ。はい、まさにそんな感じです。だから、重荷を下ろすのは、わがままじゃないんです。周りのためでもあるんですよ。じゃあ、どうやって自分を許してあげればいいのか、一つだけ考え方を変えてみてほしいことがあります。それは、役に立たない自分にも価値がある。って思ってみること。INFJ は、誰かの役に立っている時に、自分の存在価値を感じやすいところがあります。誰かを助けた時、感謝された時、ようやく、ここにいていいんだ。って思える。だからこそ、何もできていない自分や、逆に人に頼ってしまう自分を、なかなか許せなくなってしまうんですよね。確かに、何もしてない日って、なんだか罪悪感があるって言ってたのだ。でも、ここでよく考えてみてほしいんです。あなたが大切に思っている人が、ただ隣にいてくれる。それだけで嬉しい。安心するって感じること、ありますよね。あるのだ。何もしてなくても、いてくれるだけで嬉しいのだ。でしょう？それと同じなんです。あなたの価値は何かをしてあげたかどうかでは決まりません。あなたがただそこにいてくれること、そのものに価値があるんです。何もしない日があってもいい。誰かに頼ってもいい。うまくできない自分がいてもいい。失敗したっていい。それでも、あなたの価値は1ミリも減りません。あなたは何かの役に立つから価値があるんじゃなくて、あなたがあなたであるだけでもう十分なんですよ。なんだか、聞いてたら涙が出てきそうなのだ。今までずっと、自分に厳しくしてきたんですもんね。誰よりも頑張り屋さんだからこそ、自分を労割ることを後回しにしてきたんですよね。今日くらいは、自分にうんと優しくしてあげてほしいです。これからのあなたが少しだけ楽になるために、明日からいきなり全部を変える必要はありません。性格を無理に変えようとしなくていいし、急に人に頼れるようにならなくてもいい。そんなに簡単なことじゃないって、私もわかっていますから。ただ、今日一つだけ、覚えて帰ってほしいことがあります。それは、疲れたと感じたら、私は今、頑張りすぎているのかもしれない。で、自分に声をかけてあげること、責めるんじゃなくて、気づいてあげる。なんでこんなに疲れてるんだじゃなくて、今日もたくさん感じ取って、たくさん気を配ったもんね。お疲れ様。って自分にそっと言ってあげるんです。それだけで、あなたの心は少しずつ軽くなっていきます。自分に、お疲れ様って言ってあげるのだね。なんだかいいのだ。あなたはきっと、これまで周りの人にはたくさん優しい言葉をかけてきたと思うんです。その優しさの、ほんの少しでいいから、自分にも向けてあげてほしいんです。あなたは、もう十分頑張りました。これ以上、何かを証明する必要なんてないんです。ここから先は、誰かのためじゃなくて、自分のために生きていっていいんですよ。ひなたさん、ありがとうなのだ。なんだか、心がふわっと軽くなった気がするのだ。よかったです。その気持ちが、画面の向こうのあなたにも届いていたら嬉しいです。今日この動画にたどり着いてくれて、最後まで聞いてくれて、本当にありがとうございます。あなたは一人じゃないですからね。最後まで見てくれたあなたにお知らせです。私の動画の内容をすべて学習させたひなた AI を LINE に作りました。知人のエンジニアに協力してもらって作ったんですが、私自身も使ってみて、これはかなりいいなと感じています。あなたの状況に合わせて回答してくれるので、気になる方は概要欄のリンクを見てみてください。